NISA を始めてだいたい3年ぐらい経ったあなた、特に人気の全世界株式、いわゆるオルカンを毎月コツコツ積み立ててきたそんなあなたにですね、今こんな疑問が頭をよぎったりしてませんか？この時間では多くの投資家がちょうど3年目ぐらいにぶつかるこの隣の芝生が青く見える問題にすっきりと終止符を打つためのはっきりした考え方をお伝えしていきます。まず最初のモヤモヤってやっぱりこれですよね。あれ、アメリカのすごい会社500社を集めた S&P500 に投資してたら今頃もっと資産増えてたんじゃないのって。連日アメリカの株が最高値を更新なんてニュースを見ちゃうとそう感じてしまうのも無理はないですよね。すごくわかります。で、次に浮かんでくるのがこの疑問。自分は全世界株式、つまりオルカンでちゃんと世界中に分散投資してるはずなのに、あれ？ポートフォリオの中身をよく見たらアメリカの割合がめちゃくちゃ高くない？って。その事実に気づいて、あれ？これって本当に分散って言えるのかなって考え始めちゃう。これもね、本当によくある悩みなんですよ。そして3つ目の不安がこれです。世の中では AI だ、半導体だってすごく盛り上がってるじゃないですか。それなのに自分は本当にこのままでいいのかな？もっと積極的にああいうハイテク分野の ETF とかをポートフォリオに入れるべきだったんじゃないかっていう、いわゆるフォーモ、自分だけが取り残されてるんじゃないかっていう恐怖感。これですよね。こういった悩み全部まとめて隣の芝生問題って呼びましょうか。でもね、安心してください。こういう気持ちになってるのってあなただけじゃないんです。むしろこれってあなたが自分の資産と真剣に向き合っているっていうすごくいい証拠なんですよ。さて、ここでちょっと一つ非常に興味深い数字をお見せします。この 60% という数字、これ一体何を表していると思いますか？これ実は NISA を3年以上続けている投資家の方のうち、一度も持っている銘柄を見直したことがないっていう人の割合なんです。なんと6割以上の方が始めた時と全く同じものを買い続けてるんですね。さて、これってどうなんでしょう？長期投資の王道、バイアンドホールドを貫く賢さの表れなのか、それとも市場の変化からちょっと目を背けて考えるのをやめちゃった結果の機会喪失のサインなのか、皆さんご自身はどっちに近いと感じますか？なので、もう一度言わせてください。S&P500 が気になったり、自分の持っているオルカンのアメリカの比率に、って疑問を持ったりすること、それってあなたが自分のかけがえのないお金のことを本気で考えているからこそ生まれる感情なんです。3年間も積み立てを続けられたあなたは、もう間違いなく立派な投資家ですよ。ただ、ここで一つだけ知っておかなきゃいけないリスクがあります。ある調査データによると、インデックス投資家って実は頻繁にファンドを乗り換えることで、年平均で 1% から 2% もリターンを悪くしちゃってるっていう話があるんです。なんでかっていうと、市場のタイミングを読もうとして、結果的に高いところで買って安いところで売っちゃうっていうタイミングのミスが原因なんですね。さあ、いよいよ本題です。確信に迫っていきましょうか。あなたをこの3年間ずっと悩ませてきたこの問い。結局のところ、オルカンと S&P500 どっちが正解なんでしょうか？でももしあなたがそう考えてるんだとしたら、ごめんなさい。実はその質問の立て方自体がもう迷いの原因になってるかもしれないんです。根本的に視点を変える必要があります。ここが今日一番大事なポイントです。聞くべき質問は、将来どっちが儲かるかじゃないんです。だって未来のことなんて誰にもわかりませんから。本当の問いはこれです。自分はどっちのリスクとならちゃんと付き合っていけるだろうか。つまり、どっちのリスクだったら夜ぐっすり眠れるかなってことなんです。このスライドがもう全てを物語ってますよね。S&P500 を選ぶっていうのは、つまりアメリカ経済の成長に一点集中でかけるということです。じゃあそのリスクは何かというと、もしアメリカがこれから長期的に停滞しちゃった場合、大きなダメージを受けちゃうってこと。一方でオルカンは世界経済全部の成長にかける分散投資ですよね。こっちの最大のリスクは何かというと、アメリカだけがずっと他の国を圧倒して成長し続けた場合に、その成長の果実を 100% は受け取れないっていうことです。さあ、あなたが夜眠れなくなるのはどっちのシナリオですか？じゃあ最近よく聞く
AI とかハイテクみたいなテーマ型の ETF、これを加えるのはどうなんでしょう。これはですね、オルカンとか S&P500 っていういわば守りの中心の上に攻めの加速装置を追加するような戦略って言えます。ただし、信託報酬みたいな手数料は高めですし、市場がガクッと落ちた時の下落幅も大きいってことは覚悟しておく必要がありますね。まあ専門家の間ではよくポートフォリオ全体の 10% から多くても 20% ぐらいまでにしておきましょうねって言われています。じゃあ、具体的にどうすればいいのってことですよね。大丈夫です。このシンプルな3ステップで、今日からあなたのその迷いはすっきり解消できます。まず、ステップ1、今の自分を知ること。お使いの証券会社のサイトにログインして、ご自身のポートフォリオの実質的なアメリカの株の比率をチェックしてみてください。オルカン1本ならだいたい 60% から 65% ぐらいのはずです。その数字を見て、うわ、思ったより高いなとか、これくらいが安心だなとか、自分がどう感じるか、それがすべての判断のスタート地点になります。次にステップ2、設定を変えること。もし比率を変えたいなと思っても、今持っているものを慌てて売る必要は全くありません。税金とか手数料がかかるだけなので、絶対にやめてください。大事なのは、これからの毎月の積み立て設定だけを変更すること。これなら、ストレスもコストもかけずに少しずつあなたの理想のポートフォリオに育てていくことができます。そしてステップ3、ツールを使いこなすこと。証券会社のサイトには、ファンドを比較したり、積み立て設定を数クリックで変えたりできる便利なツールが揃ってますから、ぜひ一度ポチポチっと触ってみてください。最後に、これだけは本当に強く言わせてください。あなたがオルカンを選んでいようと、S&P500 を選んでいようと、3年間コツコツと積み立てを続けてきたこと、それ自体がもう何よりも価値のある素晴らしい行動です。あなたのその行動は 100% 間違いじゃなかったんです。大事なのは、完璧な正解を探し続けることじゃないんです。あなた自身が納得して、これからも安心して続けられる仕組みを選ぶこと。今日の話を聞いて、もし心に響くことが一つでもあったなら、それはもうあなたの中に答えがあるっていう証拠なんですよ。あとは、その答えに従って、今日小さな一歩を踏み出すだけです。3年後、あの日にちゃんと考えて動いておいて本当に良かったって思えるかどうか、それは今日のあなた次第なんです。